どうも作曲家のトイドラです。この動画シリーズでは僕が作曲をするときに何を考えているのか頭の中を話していこうと思います。僕は作曲家なのでお仕事で曲を作ってるわけなんですが、相手の注文を音楽で表現するために実は結構いろんなことを考えてますので、それをね、皆さんに紹介したいと思います。普段めったに聞くことのない裏話になるかと思いますので、どうぞ楽しんでもらえればと。で、今回紹介するのはこの曲ですね。東京を中心に活動しているアイドルグループのアイドル失格さんに提供させてもらった曲。タイトルはコードブルーという曲です。聴いていただきましょう。こんな感じの曲になってます。この社会馴染むほど透明になって私の色。この曲はメンバーの丸山美久さんのソロ曲として作りました。で、注文の内容なんですけども、激しくかっこよく自分らしさを貫く雰囲気の音楽を作ってほしいと。というのも、美久さんは実はね、30歳を超えた年齢でアイドルをやってる方。周りの同級生とかは、サラリーマンとして仕事をしてて子供を持ってるみたいな感じ。というわけで、社会や周囲の価値観に流されることなく自分の道を進むぞっていう強いメッセージを込めたいという、そういうコンセプトをいただいたんですよね。で、これをもとに、僕の方でどういう音楽を作っていくのかと。見ての通り、曲のイメージそのものは割とふわっとしていますね。激しくてかっこいい音楽にすると。で、ここから具体的にどんな音を鳴らすのかっていうのは、結構ね、作曲者である僕の方に選択肢があるように思います。ただし、一点だけ具体的な注文がありました。それがこれですね。コールを入れることができるように、間奏の長さを調整してほしいというもの。これはね、地下アイドルのライブハウスに通ってる人にしかなかなか分かりづらい文化かなと思うんですけども、アイドルの歌に合わせてお客さんたちが決まり文句を叫ぶんですよね。今回はいわゆるガチ恋工場を間奏でね、お客さんが叫ぶことができるようにすると。そのために間奏の長さっていうのは18小節に固定になります。この辺普通の J-POP を作るのとはかなり違う部分ですよね。さあ、で、ここからね、具体的なコンセプトを立てていきましょう。曲に込められたテーマをどうやって音として表現するのかっていうのを考える作業です。まず、ジャンルに関してですけども、ユーロビートに決めました。リファレンス楽曲なども参考にしながら決めたんですけれども、パワフルでなおかつノリがいいダンス音楽ということで、アイドル曲としてライブ適性が高いですね。で、ただし、ユーロビートという音楽ジャンルは、ジャンルとしてはね、1990年とか80年とかに流行った古い音楽です。なので、時代遅れに聞こえてしまってはまずい。ここは工夫が必要です。展開を多めにして、現代的な EDM の雰囲気に近づけていきましょう。で、また今回一工夫した部分として、アコースティックギターを使ったっていう部分を挙げたいですね。なんでアコースティックギターを使ったかというと、フォークソングのイメージを加えるためです。この曲のテーマっていうのは、周囲の価値観に流されずに我が道を行くっていうものでしたね。で、それを表現するために、このフォークソングのイメージを取り入れました。なんでかっていうと、フォークソングってね、そもそも左翼的な音楽ですから。個人の自由を求めて弾き語りしながら歌う。そういう音楽性の音楽ってのがフォークソングでした。今回の曲とテーマの面でシナジーがありますよね。そういうわけなので、激しいユーロビートでね、シンセサイザーがバキバキ鳴ってるわけですけど、その裏側ではアコースティックギターにしっかりと活躍をしてもらいます。で、また、単なるユーロビートの音楽にしてしまうと、ビート感っていうのがね、四つ打ちでずっとはっきりしたビートが続いていきます。で、これはね、今回のテーマ的にはあまり好ましくないなと思いました。なんでかっていうと、社会の荒波に揉まれる厳しさっていうのを表現したかったからです。要するに自分のリズムが崩されてしまうっていう不安定な変化が欲しい。というわけで、B メロ、サビの前のところに大きな変化を加えました。はい。こんな感じでね、僕の方で構想を練って、じゃあ具体的にどういう風に曲にしていったのかっていうのを、ここから実際の曲を見ながら順番に説明していこうと思います。さあ、というわけでね、A メロの方から見ていこうと思います。この社会馴染むほど透明になってこんな感じで曲が始まっていきますけども、実はね、もうこの段階でアコースティックギターが鳴ってます。というか曲の中ではほとんどずっとアコースティックギターが鳴り続けてます。曲全体として聴くと存在感はそんなにあるとは言えないんですけども、よくよく聴くとちゃんと聞こえるという感じ。この社会馴染むほど透明になってこの曲の中ではアコギがこんな感じで、地味に存在感をね、ずっと示し続けているっていう仕組みになっている。で、この A メロのところからドラムのビートってのはちょっとおしゃれな感じでずらしてあるんですよね。四つ打ちにはしてません。明確にユーロビートの雰囲気になるのはサビだけですかね。A メロ、B メロは割とこういう風にちょっとずらしたビート感になっているというわけです。
で、次ちょっと注目したいのは B メロなんですけども、聞いてみましょう。くはないの過去のステージで誰の顔色ももう気にしないこういう風にしてサビに向かっていくんですけども、かなりね、劇的な変化がここで加えられてますね。なんといってもこのワブルベースですね。かなり印象に残る決めをここでね、バキッと作ってるわけですけど、さっきも言ったように、ここでは社会の荒波を表現するということですね。で、その後は、ここでブレイクビーツが入るんですね。ここのドラムビート、激しいですね。まさに荒波って感じです。これはもう完全にユーロビートではやらないことですよね。こんなことしたら踊れませんから。そういうわけで、この曲はね、ただのユーロビートとは差別化を図っています。B メロのところで激しく揉まれて、で、その後ね、一気にサビでははっきりとして4つ打ちのビートで解放されて気持ちよいっていう、そういう仕組みになっています。誰の顔色ももう気にしない燃え尽きると現れてもこの日もう明確に4つ打ちですね。で、あとね、このサビの部分でもしっかりアコギが鳴ってます。実はこんなに激しくなってるんですよね。まあ全体で聞いちゃうとそんなに目立たないんですけども。はい。で、そんなこんなあって1番2番が終わりまして、2番のサビの後に間奏に入っていきます。さっきも言いましたけども、今回の曲の注文の中でね、間奏の長さだけは具体的に注文されてました。というわけで間奏だけフルで聞いてみましょう。痛みさえ私のものだからはい、このような感じになってるんですよね。ガチ恋工場がぴったり入る。で、この間奏のところでもうね、叫びまくった後で、落ちサビになりますね。この落ちサビのところでは、アコースティックギターが大活躍します。いつまでやっても嘲笑う世間で見る名越しこんな感じでギターがはっきりと目立つような形で伴奏してます。さあ、いかがでしょうか？こんな感じにね、音にしていったわけですけれども、結構考えて頑張って作ったということが分かっていただけるでしょうか？あらかじめ表現するべきテーマがあって、それを音にするための方法を考えて、で、このような曲になったと。これから好きな音楽を聴くときに、ぜひともね、それを作った人のことをちょっとでも考えてくれると、個人的には嬉しいななんていうふうに思います。では、今回の動画はこの辺までとさせてもらいましょう。面白いと思っていただけたらチャンネル登録、高評価ぜひともよろしくお願いします。またね、コメント欄で質問をしてくださる方がいらっしゃるんですけども、その場合はちょっとでもいいので投げ銭をいただけるととても嬉しく思います。この動画シリーズまだ続きますので次回もお楽しみに。では、ありがとうございました。